ドン・クリークが自信満々に放ったセリフを聞いて、クリークに足りなかったものは情報ではなく〇〇だと一刀両断する読者の反応集です。それではどうぞ。仮にゼフの公開日誌を手に入れたとしても渡るのは無理だったろうなぁと思う反面、駄菓子屋のばあちゃんのでんでん虫で新世界まで行ったバルトクラブなんだとなる。足りなかったのは情報じゃなくて運だな幸運ならミホークと遭遇することもなかった。悪いけどルフィもかなりの豪運だからうまくいっているだけ。1話から樽で遭難。あそこで乱数調整したからゾロナミと出会えてコビーともフラグ立てられたんやで。確か乗ってた船がナンパか転覆化したんだっけ。確か渦潮に飲まれた本人は樽に入って難を逃れたけど、アルビダの船に回収された。選んだ航路が唯一七深い二人と遭遇する道だったりロビンに目をつけられて CP や青生地との交戦必死になったりと、不運も割と多いんでチャラみたいなところあるけどな。あんな大船団抱えてたのに、無事にレッドライン越えられてラブーンにもエンカウントしなかったっぽいから運はあった方だと思うぞ。問題はそこで使い切ったことだけど、運がないから情報も得られないミホークに遭遇して艦隊が壊滅する食料が底をつき手貸し寸前になる。バラ艇を襲撃して食料と船を手に入れようとしたら、ミホークが追いついてきて艦隊最後の船を破壊される。たまたまバラ艇に居合わせた後の4校のルフィに敗れる。執念で立ち上がるも部下に裏切られてぶん殴られて気絶。なるほどな、運がとにかくないのか。最後の銀に気絶させられなければそのまま死んでた可能性あるから、最後のは幸運だと思うぞ。幹部もボスも敵もほぼ一人で倒した銀という化け物。グランドライン入りしたばかりのルーキーがミホークにエンカウントしたら、そりゃ誰でもクリークになる。普通ならクリークどころか海の木図と消えますね。でもクリークの艦隊って偉大なる航路で正直クソの役にも立たないよね。敗因は実力者の幹部が少なかったことだ。公開日誌見ても、突然現れる暇な世界一の剣豪の対処法なんて書いてないよな。ミホークのナイフで瞬殺されない程度の剣の実力と認めさせるくらい折れない心。黒刀で毛さ切りされても死なない耐久があれば乗り越えられます。無理ゲーすぎる。グランドライン以降の冒険で求められるのは情報より運ととっさの起点だからな。強いて運以外にあれだった要素あげるならミホークに、こいつらで暇潰せそうだな。って思われるくらい屈強な艦隊率いてたのがダメだった。自戒するくらい情報を持ってない場所で悪目立ちしたらいかんでしょ。スラムですごい身なりの良い格好してうろつくみたいなもんだし。実際ミホークの初期印象としてはクリークの艦隊ゾロなわけだからな。だからここで向上心のある剣士を雇っておく必要があったんですね。実際ゾロなしでどうミホークを帰らせればいいんだ。まあ情報があれば艦隊でグランドライン行こうとはならなかったと思う。少数精鋭以外にあの海は厳しすぎる。4000人の艦隊で移動してるオーロンブスとかいう化け物もいるし、あの人グランドライン済みだから公開の仕方は心得てるだろうし結局情報が欲しかったってのは半分正解だけど、情報あってもクリークの艦隊だとあまり効果なさそうなのもある。オーロンブスはグランドライン出身っていうのと国からの援助があるからこそのあの大艦隊なんだと思う。クリークじゃ維持するのは無理。運も実力のうちを悪い意味で体現しちゃったのがクリークって感じあるわ。どのみちリトルガーデンにピン止め。情報は大事だべ。というかマジで運がなければグランドラインから帰ることもできねえや。ルフィたちだってナミさんとか有効解術レベル S がいなけりゃサイクロンで沈んでた可能性あるし。ここで多数が脱落するはずなのに全艦突入成功してる時点ですごいと思う。仮にミホークに見つからなかったとしてもあそこまでコテンパンにされたミホークをまだ甘く見てるあたり。そのうち他の実力者にわざわざ喧嘩売りに行ったり縄張り荒らしたりして目をつけられて遠くないうちに壊滅していたとは思う。かなりよく言えば自信か悪く言えばというか普通に見ても現実を知らないの足らずだからな。グランドライン前半だったら4校勢力がいないからまだ楽のはずなのにな。まさかの七部会最強を引き当てた。50隻5000人集めてパールさんがトップそうなレベルでね。言うてパールさんも怪我してない状態の3時の蹴り耐えてたあたり結構強いぞ。家庭ではあるけど50隻の艦隊だから一つの船に一人の隊長とかだったら、パールさんクラスが50人いることになるし、ウイスキーピークの賞金稼ぎは余裕で倒せるだろうし5ペアは除く実力はあるよね。グランドラインで海賊やるには少々頭が固いのが欠点だけど、運がないのはそうだけど、それはそれとしてグランドラインを舐めすぎ、他の海賊舐めすぎというのは問題点だなって。あの程度の質で4校なんて無理なのでガズより質を重視すべきだった。そういやクリークってどこから帰ってきたんだ？リバースマウンテンはあくまでもグランドラインの入り口でしかないわけだし、
レッドマウンテンのどこかに航路があるのかもしれない。シャボンディ諸島を見るにそこそこの航海士いたら前半の海なら余裕で突破できそうだけどな。変な気候に当たらない運も必要なんだろうな。前兆のないサイクロンとかあるみたいだし。本人の強さが装備依存なのも弱点といえばそうか怪力ではあるけど純粋な殴り合いでそこまで強くはなさそうだし、どこかで絶対頭打ちになる。いやあいつ片手だけで1トンする鎧着て、ルフィと戦ったぞ。まあロメオに関してはバリバリが相当ぶっ壊れってのもある。なんだよ4高級の一撃も余裕で耐えれるバリあって。でもあいつ航海中の天才に使ってないぞバリバリ。ただの金槌船長だ。色々と足りないものはあるけど武装で戦うタイプとしてはもう単純に火力が足りない。せめて全身マギー玉装備してから出直して。そもそもまともな部下パールと銀しかいないくせにすぐに切り捨てようとするのも良くない。恐怖政治で維持してる組織だしあれじゃ優秀な人材は絶対入ってこない。リバースマウンテンは超えてるんだよなおそらくミホークに負けて逃げてるけど、最終的にカームベルト経由でイーストブルーに戻ってるから、ミホークより海流族にやられた方が被害大きいんじゃないか？これ言うほど必要な情報か？そもそもミホークいなきゃカームベルト通る必要ないし、このシーンって具体的に何の力が足りなかったかっていうより、こんなことぐちぐち言ってる時点でクリークはグランドライン超えれる器じゃないんだなっていう印象。理不尽が何度も襲ってくるのがグランドラインなのに、事前準備してれば平気だったって。まあうんとしか言いようないよなバルトがドレスローザいけたの含めて。クリークに足りてなかったのは情報じゃなくて運なんだよな。ここまでワンピースを読み進めるとグランドライン前半部にミホークがいる揉めるってことが、どれだけ不運で最悪の事態か頭でなく心で理解できる。ミホークにエンカウントしたのはもちろんのことバラ系襲撃がピンポイントでルフィ滞在と被ったのもイレギュラーすぎる。もっとも最初にミホークと遭遇した時点で海の木図にされていてもおかしくないし、カームベルトを生きて突破できたのが奇跡に近いし、サンジたちが慈悲をかけなければ餓死していたわけで。地味に悪運強いのか？ミホークから最終的に逃げ切れた形だし、最低限の運はあったと思うよ。あの時点で、ルフィに勝って航海日誌を手に入れれば再起の目はあっただろうけど、それも叶わなかった。結局クリークに足りなかったのは運を生かす実力だったんだと思う。ルフィもグランドライン入って早々に、七部会のクロコダイルに目をつけられたけど、恵まれた運を生かしきって勝利できた。運がなくても実力があればミホーク撃退できたのでは？四皇シャンクスとやり合えるミホークに勝てるルーキーが東の海に爆誕。運が良ければ七部会にスカウトされないか拒否したら、対象がやってきて潰される未来しか見えない。運悪く最序盤に最強の男と遭遇わかるついてきた？わっはっは油断したなクククフミホークとはこういう生き物だ。冷静に考えると雑魚狩りした挙句東の海まで追ってくるミホークひでえやつすぎて草。そんな奴なのに最強格保ってるのすごいよミホーク。雑魚を潰す優越とかじゃなくてラーメンの油集めるような振る舞いだもんな。暇だしいつもやらんことでもしてみるかくらいのノリなの濃くすぎる。暇つぶしとはそういうものだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもワンピースに関する動画を投稿していくのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。